こんにちは、高弘です。今日は写真編集の基本編です。あまり難しい編集はやらずに、とりあえずこれをやっておけっていうのを紹介します。早速例から入りましょう。例えばこれ、都市でのストリートフォトですね。こういう建造物と人を組み合わせた写真、このチャンネルを見てくれている人ならよく撮ると思います。これをどう編集するか。編集っていうと色をいじることだと思っている人がいるかもしれませんが、それよりも前にやること、それよりもずっと大事なことがあります。その一つ目が水平垂直を出す、整えるってことです。今見えている未編集の状態では柱が上すぼみになってますね。これを垂直になるように補正してやります。これは基本なんで、そんなこと知ってるよっていう人も多いでしょう。特に都市でビルとか建造物とかを入れて撮る場合は垂直がちゃんと垂直になっているかを意識してください。これをやるだけで写真の整え方が全然違います。Photoshop や Lightroom ではボタン一発でその補正が可能です。Photoshop の場合は写真を開く前の段階のカメラローの画面、ここで右サイドのメニューの中からジオメトリをクリックします。そこで A とある、これがオートの略です。この A を押せば自動で水平垂直を補正してくれます。はい、わかりますか？柱の垂直が補正されたのがわかりますよね。大体はこの A ボタンだけでいけるはずです。Photoshop は優秀です。たまに写真によっては意図したような結果にならないこともありますが、その場合はこの右にある別の方法で補正します。その方法はまた話がそれるので今回は置いておきます。とりあえず今回はオート、自動補正で OK そうなので、これで先に進みます。写真を開くを押して大きな編集画面に持っていきます。次にやるのはトリミングです。僕の編集プロセスの中で重要なのを2つ挙げるなら、最初の垂直補正とこのトリミングです。具体的な手順を見ていきましょう。まずパッと思うのは左側のこのスペース、ここがいらないってことですね。この写真は左右の柱で挟まれた空間と通行人というのが写したいもので、左側のこの外のスペースは明らかに不要です。なのでそこをまず切ります。そしてそれに合わせて上下のバランスも取ります。縦横比はこだわらないです。ただ縦構図の場合はできるだけ4対5に近い形にしてます。2対3とかだとちょっと縦に間延びしやすいので、初心者のうちは4対5くらいにまとめるように心がけた方がいいでしょう。今回の例も4対5で切ってみます。下と右をもう少しだけ切ってもいいかな。はい、こんな感じ。どうでしょうか？最初がこう。それをここまでトリミングしました。画面の中が見せたいものだけになってスッキリしましたね。こういうのは作業を漠然と見てると、そうだねって簡単そうに見えるんですけど、自分の写真でやってみるとそんなに簡単ではないです。初心者はそもそもその必要性に気づけてないからです。初心者のうちは自分の写真に不要なスペースがあるんだと思ってください。ストリートで撮った写真なら絶対あります。いいですか？この意識大切です。なんか口うるさいやつですみません。でも覚えておいてください。自分の撮った写真には不要な空間が絶対あります。あるいは間延びした空間があります。それを切るだけ。それだけで写真の見栄えがぐっと良くなります。パターンとして多いのは空の面積です。空の面積をあと3分の1、4分の1減らしてもいいなと思う写真はたくさんあります。なんでこんなに口酸っぱくして言うかというと、トリミングは構図の基本だからです。その基本を外した写真は、音楽で言うと音程を外した歌、音痴な歌と同じなんです。どんなにいい歌詞でどんなにメッセージ性があっても、音程を外しまくってる歌は聴く人に伝わらないですし、そもそも聴いていて不快ですよね。それと同じことが写真の構図にも言えます。
トリミングですぐに解消できるのにそれをやっていない写真はとてももったいないです。上級者の方はみんな優しいのであえて言わないですが、内心思っています。わあ、この写真外してるなぁと。そう思われないように気をつけてください。細かい話をもう一つだけ言っておくと、トリミングを行った後にも再度 Photoshop で垂直補正をやることもあります。今回の写真のように構成要素が少なくてきっちりとしたジオメトリーを見せるような写真ではちょっとした傾きも気になります。最初の補正で垂直は一応出てるんですけど、もっと正確に垂直にしたいと思ったらカメラローを開いてこの一番右のガイド付きというやつで垂直にするラインを指定してやれば精度が高まります。まあこれは補足なんで最初はそこまできっちりやる必要はないかなと思います。とりあえず自動補正をやる、それだけでも十分です。使っているソフトでその機能がない場合はあるやつに変えてください。Photoshop、Lightroom なら OK です。例外として垂直補正でなんか不自然な感じになったという場合もあります。広角レンズで建物を下から煽って撮ったような時ですね。こういう時は無理に補正する必要はないです。とりあえずやってみて不自然だなぁと感じたらやめれば OK です。その感覚を大切にしてください。何事にも例外があります。ちょっと脱線しかけました。垂直補正の話は一旦これで終わりですが、トリミングの作業はまだ続きます。次に考えるのは人の配置や全体のバランスです。王道と言われる3分割構図はこのケースだと人をちょうど3分割したライン上に配置するような構図です。今の状態は少し3分割から外れていますね。でもこれはそこまで気にする必要ないかなと思います。試しに3分割のラインにぴったり合わさるようにさらにトリミングしてみます。こんな感じかな。どうでしょうか。人の配置が変わったからといってそこまで劇的な変化はないです。むしろちょっと窮屈になった印象があります。左の柱のこの中途半端な空間が気になります。下を全部切ってみたらこんな感じ。これはちょっと人が下すぎですし、空間的な広がりが失われていますね。上を切るとどうでしょうか。まあこれはまあありかなと。ただやっぱり最初の方が空間的な広がりがあって好きです。ということで結論として最初のままでいくことにしました。トリミングの前半ではとにかく綺麗、不要なスペースを綺麗って言っていて、でも後半では切らない選択をしていて、そこの判断はちょっと難しいところです。この辺は中級者以上の話になってくると思います。もし3分割にしても何もマイナスがないのであれば、素直に3分割構図を選択したかもしれません。ちなみに僕は丸々構図みたいなのはそんなに気にしないタイプです。特にフィボナッチとかあんなのはまやかしだと思ってます。でも一つだけ気にしてもいいなと思っているのは3分割構図です。人の配置で迷ったら3分割のライン上に置くことを考えてみてください。ということで今回のまとめです。建造物と人という組み合わせの写真を編集する際のまず最初は垂直補正です。ソフトの自動補正で簡単ですのですぐに実践してください。例外として広角で見上げるような角度で撮ったものはあまり補正しすぎると不自然になるのでそこはほどほどにしましょう。垂直補正ができたら次はトリミング。不要なスペースが絶対あります。それは音程を外しまくりの歌と一緒ですのでそこはできるだけ早く直してください。自分で気づけないかもしれないのでそういう人は周りにいる上手い人に聞いてみるといいでしょう。最後に人の配置。迷ったら3分割。でもそこにこだわる必要はないです。あくまで全体のバランスとの兼ね合いで決まります。実際今回の例では3分割は無視しました。この辺の話は以前にも動画に出していますので、ぜひそれも見てください。垂直とトリミング。基礎的で地味な話ですが、この2つをしっかりできれば写真が見違えます。
多分初心者のうちはもっと派手なことをやりたいと思うかもしれません。でも騙されたと思って地味なこの2つを完璧にこなしてみてください。効果は僕は保証します。それではまた。